どうもいつもです。今回はシャツとメガネ、そして頬を押しているところの描き方を紹介したいと思います。私はですね、必ず下地、土台となる下地をそれぞれ服なら服、肌なら肌とか、下地を塗ってから色を塗っていくという、その上に下地のレイヤーの上にレイヤーを重ねて色を塗っていくというような感じです。で、今絵を小さくしてで大まかに光を塗っているところです。はい、はい、でそしてブラシでこのように光の部分ですね、明るい部分を塗っていきます。はい、でですね、ちょっと色がおかしいなと思うところはもう迷わず洗濯範囲で囲ってでエアーブラシをかけて色を抑えたりします。で今回このシャツですね、シャツはシワが結構出ますよね。なので洗濯範囲とかで描きました。洗濯範囲で囲って、そしてこのようにエアーブラシですね、今は明るい部分を塗ってますね。でちょっと色と色の境目とか気になる部分はこのように、滑らか水彩でなじませてやりました。ぼかしたりとか、で今は明るい部分だけでしたが、もちろん影の部分でも洗濯範囲とエアーブラシを合わせてやるのも本当にいいです。今は襟の下の影の部分ですねをやってます。はっきり見える部分とグラディエーションの影が両方、塗れるのがいいと思います。はい、でこの洗濯範囲とエアーブラシあまりにも使いすぎているとちょっと不安になったりするんですよね。ブラシも使わないとダメなのかなって。でもやっぱり、思うがままに使っていった方がいいと思いますね。エアブラシでいいと思ったらもうエアブラシ、洗濯範囲とエアブラシとかで、それとですね、今のところですが、服って微妙な凹凸がありますよね。そういったちょっと色で言うと微妙な色加減っていう影の色をとって、でその影よりは少し明るい、本当に少しだけですね、それでエアブラシを塗るというような感じで、それで、服の、微妙な凹凸が表現できるので本当おすすめです。で次はメガネですね。メガネはですね、このようにまた、大雑把にですが色をメガネの形で塗りまして、でサングラスではなくてメガネなのでレンズの部分がシャツが見えてる状態じゃないといけないので、このように曲線定規を使ってレンズの部分を枠といいますか、それを描いてます。で神経のレイヤーに別のレイヤーに、描いてます。でこれを枠を描いた後に洗濯範囲をクリックするだけで、洗濯範囲を決めれるものがありますよね。それで
選択範囲をパッと決めます。はい、はい、これはベジェ曲線を使ってますね。はい、こんな感じですね。で選択範囲を一発で、つけれるのがありますよね。はい、はい、これでできました。でこれを色がサングラスではなくてメガネの色を塗ったところのレイヤーに移りまして、でそれで、はい、削除するとこのようにレンズの部分だけ消してくれるような感じですね。はい、で、メガネの柄の部分も耳にかけるところですね。その部分も曲線定規でこのように、かたどって、で先ほどは削除でしたが今度は色を塗りつぶすというような感じでやりました。はい、でレンズっぽさを見せるために、このようにまたちょっとやりました。選択範囲で囲いまして、で色を塗るんですね。はい、このようにこのままだとちょっとね濃すぎるのでレイヤーをですねレイヤーの不透明度を低くします。するとシャツとか、メガネの柄の部分とかも透けて見えるので、これがレンズの表現につながるんじゃないかなと。でそれにまたちょっと濃い、色で光何か映ってるんだよっていうような感じでやるといいかなと。でまた、メガネのフレームの部分をまたこのようにちょっと色を塗って、でまた消したりちょっと薄く消したりとかして、メガネっぽさを出しました。これは反射ですね。メガネのフレームに反射してるというような感じですね。はい、で次はほっぺたの部分ですね。ほっぺたを指で押している部分ですね。ここもですね選択範囲で囲ってエアブラシです。はい、この作業を何回かやりました。はい、最初はこれでやって、で他の部分にまた移って、例えば服のシワとかの作業に移ったりして、でまたしばらくしてちょっともうちょい色を塗りたいなと思ったらまた塗るというようなことをやりました。いっぺんで全部終わらそうとはしないで、途中で、作業を始めるとか中断するとかいうようなことを繰り返しやってきました。はい、はい、もうこれは、最終の方ですね。はい、で指とほっぺが接触している指先のところですね、その部分の黒い部分はちょっとない方がいいかなと思いまして、参考にしている画像も見えなかったので、なので頬の色を取って、で黒い部分を塗りつぶしました。でちょっと気になるところとかは、
滑らか水彩でまたぼかしたりするというようなことをやっていきました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。イラスト動画などを頻繁に投稿しています。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。